こんにちは、トバログです。今回はですね、久しぶりにちょっとワクワクする買い物をしております。これはね、TCL のやつなんですけど、まるでこう壁にかけるとフレームのようにね、使えるっていうテレビですね。このジャンルめちゃくちゃ待ち望んでたんですよ。前にね、海外に行った時になんかサムスンとかがね、家電量販店で出してて、なんかもう絵があるなみたいな、遠くに絵が見えるなみたいな、近づいてもね、絵が売ってるみたいな思ったんですけど、実際にこれテレビなのみたいな、そのぐらいなんかテレビとこの実物の絵とね、見間違えるぐらいすごいものが売っていて、これ日本で出たらめちゃくちゃ売れると思うんだけどっていうのをね、ずっと思ってたんですが、ついにね TCL さんが日本上陸してくれましたね。このジャンル、ありがとうございます。せっかくね手元に届いたので、実際そんな絵みたいに見えるのってどういう感じなのっていうところとか、実際のリビングにねかけた様子とかを紹介していこうかなと思います。めっちゃ楽しみ、これ久しぶりです。はい、というわけで早速いってみましょう。おー、薄っ。やばい、めちゃくちゃ薄くてどう開けるんだろうこれ。めっちゃいいっすね。よいしょ。はい、とりあえずねここまで開封してみて紹介していくんですけども、こちらが TCL の A300W の NEXT フレームっていうシリーズの55インチのテレビです。これすごい久しぶりになんかテレビ開封するんですけど、やっぱテレビガジェットの中でも一段とでかいですね。そして今開封してて思ったんですけど、これめっちゃすごいですよ。これグイッとこんな感じで、よいしょ、こんな感じで見えるかな、この薄さ。これね本当にこのフラットでこの厚みなんですよね。一番厚くても本当に 2,3 センチぐらいしかなくて、で背面を見ると、よいしょ、じゃん、後ろも真っ白っていうね、このディスプレイなんですね。ディスプレイというかテレビか。普通にやばいんだけど、このいいですね、マットな質感でザラリとした組み立てはリビングでしていくとして、ちょっと簡単にザラッとね概要を説明していくんですけども、これは白いベゼルが特徴的なめっちゃ薄いタイプのテレビですね。普通に量子ドットの 4K 液晶テレビではあるんですけど、これ最大の特徴がここがねナノテクスチャーコーティングみたいな、全然こう反射しない特殊な素材を用いたディスプレイを採用していて、でこれによってね反射はもちろん全然しないんですけど、この内側から出る光に関してもなんかねマットな質感で映し出してくれるっていうものです。こんな感じで全くあっちが映んないですからね。 MacBook とか最近ファーウェイのタブレットとかもそうですけど、この画質をね犠牲にせずに画面を全然反射させない技術みたいなの割と流行ってる気がしていて、このディスプレイってそういうやつなんだなっていう感じがします。それによっていくつかこの中にアートとか絵画みたいなプリセットが入ってるんですけど、それを表示させた時に本当に周りにある額縁とか絵とかそういうファブリックボードみたいなのと馴染んでくれるっていう、そのデザイン性の高さが個人的にはやっぱすごく魅力的だなと思って今回購入しています。テレビを見るときはテレビ見て、それ以外の時は絵を表示させておくとか、そういうね使い方ができそうだなっていうところで、インテリアにめっちゃ馴染みそうなので、やっぱついつい買ってしまった感じですね。今回僕クラファンで12万円ぐらいだったかななんですけど、定価でも15万円ぐらいで、テレビの中ではそんなにすごい高すぎない部類ではあると思うので、これは結構これからのなんか日本の住環境に対してめっちゃ合うんじゃないかなと個人的には思ってます。なので本当にその仮説は正しいかっていうのをね、自分自身でちょっと体験してみたい感じですね。はい、という感じでざっくりと仕様を見ていきたいんですけども、まず近くからねこのカメラで撮ると、この薄さです。すごくない？この感じ。一番厚いところで多分ここだと思うんですけど、本当にね壁掛けのフレームみたいな感じでめちゃくちゃ薄いです。全てが薄い。なんかボコーとかついてる、この辺とかにねボコーとかついてるわけでもなく、フラットですね。でこのフレーム部分はめちゃくちゃ薄くて、一応ねこれ金属パーツっぽいですね。金属のフレームで周囲が覆われていて、ここにマグネットでパチッとねなんか別の木製みたいなのとかいろんな色のフレーム
パーツ取り付けられるみたいです。割とここマットですごいこのままでも素材感良さそうです。で背面を見るとこんな感じですっきりしてるんですが、一応ねここにベッサマウントに対応している穴が2つついてるみたいです。本当にこれ社外製で使えるのかどうかっていうのはねちょっと後で検証してみないと分かんないんですけど、一応ね付属の専用パーツみたいなのがついていて、それをはめ込むことで壁掛けができるっていう仕様みたいですね。でポート類はこんな感じですね。テレビチューナーが確か備わっているので、このままねなんか差し込めばテレビが見られるはずです。でかつ、HDMI が4個あって、で音を出力するための端子もついています。 USB とあと LAN ポート、そういうのが備わってますね。 USB3 もあるから HDD 録画ができるみたいで、一応付属品も見ていくんですが、付属品はこんな感じです。説明書とか、あと壁にね固定する際の注意書きみたいな。でネジがこれなんですよね。結構やっぱこの辺は海外っぽい印象があります。いやリモコンはちょっと残念ですね。筐体に合わせて白とかそういう感じだったら最高だったんですが、電子ペーパーとか搭載して、だけど本当に普通のゴリゴリですが、文字量がすごい。壁掛け用のパーツが割と特殊で、これをね壁にガシガシってこの1234っていう4箇所の部分をデカめのビスで穴を開けてこう壁に固定するみたいです。でこの辺は木目調のフレームですね。木目調です。本当に鉄製なので、これをねピタッとさっきのこのフレーム部分にピタッとくっつけるとなんか本当にフレームみたいになるっていう。テレビ台の上にこのテレビを置けるようにこういうねスタンドも付属していました。やっぱこの辺は日本で使うのであれば割とこういうのが必須なのかなと思ってて、こういうスタイルで使うと思うんですが、僕は絶対壁掛けしたいけどな。じゃあそんな感じでちょっとね実際にリビングに置いて設置していこうと思います。はい、今の我が家のリビングがこんな感じです。前の家よりなんかリビングのこのねなんか休むスペースは結構狭くて、代わりにキッチンがバコってせり出してるタイプなので、結構テレビのね位置とか迷うんですよね。あと子供の遊びスペースとかもね用意したりとかしていて、そう考えるとこの65インチめちゃくちゃ圧迫感あります。なんかこのウォールで一応壁掛け風にはしてるんですけど、結局この足の部分割とせり出しちゃうところもあるし、何よりこの黒い塊がね壁一面を覆ってるっていうところで、子供がいるとこれで映画楽しむとかもあんまりなくて、ちょっとこれをねさっきのネクストフレームに変えてみようと思います。ファブリックボード置くってなるとこの辺かなっていう。テーブルをちょっとこんな感じで撮影スタジオで使っていたこのシェルフも持ってきています。なんか色の組み合わせカラフルで可愛いんですよね。なのでちょっとこれはこのリビングで使おうかなと思って。でテレビに関してはちょっとねいろいろと器具を考えた結果、壁掛け挑戦してみようかなってところで賃貸壁掛けをやってみることにします。ちょっとね自己流なのでできるか不安なんですけど、こんな感じになるかな、感覚としては。一応 TCL のテレビはこんな風な金具が2枚入っていて、これをね壁にネジで固定をすることで123456778とこれでねネジを8箇所に打って、それでね壁掛けするみたいなんですよね。こんな感じで賃貸でも現状復帰ができる石膏ボード用のピンっていくつかあるんですけど、これはねネジ穴を作るタイプ。さっきのところにカポってはめて、ここにね5箇所ピンを打ち込む部分があって、でここがね M4 のネジになってるんですよね。で例えばこういうネジにこうねガシッと固定をして壁に入れた状態でこうネジ穴をくるくるっと、これでこんな感じで壁に固定はできるという感じです。で1個あたりの耐荷重が10キロあるので、8個使ったら80キロまでの重さに耐えられるっぽいんですよね。この
ネクストフレームに関しては55インチで17キロとかだったかな。そんなめちゃくちゃ重たくないんですよ。それであればテレビの重量の4倍の重さをカバーできるので、そういう意味でもね、これでいけるんじゃないかなみたいな。一応ね、この壁自体は石膏ボードなので、その17キロの重さに耐えられるのかっていうねところはちょっと気になるところではあるんですけど、例えば世の中に出てる壁掛け美人とかもホチキスの針でバチ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 って止めて、面でねこの石膏ボード自体の重さで固定してる感じなので、それを考えるとこの耐荷重40キロあればいけるんじゃないかなっていう気がしてますね。もしいけなかった時が怖いので本当に皆さんおすすめはしないんですけど、一旦トバログはそれでやってみようかなと思います。じゃあちょっと取り付けていくんですけど、取り付けね結構水平にしないとテレビの場合大変なので、これですね、このガチン、このね水平をしっかりとこうやって映し出してくれるこの墨出し機と、あとはこういう水平器を使って取り付けてみようと思います。そんな厳密じゃなくていいんで、はい、ちょっとこんな感じで取り付けてみました。全然安定性とかも問題なさそうで、このままちょっとやってみようと思います。一応なんか不安があったので、ここにね耐荷重5キロのビスを1個ずつねプラスで打ち込んでいる感じです。斜めったら意味ないんで、じゃあちょっとテレビ固定してみようと思います。一応僕の場合が機械体操部出身で力には自信がまあまああるので、一人でちょっとね助っ人がいないんで一人でやんなきゃなんですけど、一人でかけていきます。よいしょ。お、これ全然サイズが合わない。全然どういうこと？うわ、説明書見てなかったかも。ここカットするっぽい。うわ、このまま行くんじゃなくてカットするんやこれ。うわ、はい、という感じで結構大変だったんですけど設置完了しました。いや、このね幅が全然違うとは思いもしませんでしたね。やり直しめっちゃ大変だったっていう感じで、無事ね今取り付けることができて、こんな感じで、これさっきまでのテレビと全然反射率が違くてめっちゃすごいなって感じなんですが、かなりね反射は抑えられてる気がします。これはすごいわ。壁掛けでちょっと気になるのはやっぱこの線ですかね。この線をどういう風にするかはちょっとね悩みだったりして、これをこっちに這わせてこのキャビネットの後ろとかでね固定して、で真っ白な延長コードとかでこの下のコンセントに接続するのがいいのかなって感じです。こうやって裏をこう這わせてね、すでにね初期セットアップはしてしまっているんですけど、一応画質はこんな感じです。有機 EL とかと比べるとちょっと発色はね鮮やかさに欠けるかなっていうところはあるんですけど、結構この馴染む感じはありますね。画面が全体だし、このベゼルも白だから部屋にね馴染んでる感じはあるかなと思います。有機 EL と比べるとどんな感じなのかみたいなのも後で見たいんですけど、一応これの売りとしては絵みたいにね飾れるっていうところだと思うので、一旦これでちょっとねチェックしてみようかなと思います。はい、こんな感じで絵を飾るためのホーム画面みたいなのが一応あって、ここでこのねネクストフレームのなんかフレームみたいな機能が使えるっぽいんですよね。これ系で言うとやっぱサムスンのフレームテレビみたいなのを使った時にめちゃくちゃ驚いて、その時の感動がブワってきているんですけど、そのね思い出補正もあるかもしれないけど、一応どんな感じで見れるかをちょっとチェックしてみようと思います。はい、これがゴッホの絵ですね。なんかすごい触れそうな感じがするんですが、やっぱ部屋が暗いとそんなに絵画感はないですね。ちょっと明るくしてみようかな。画面の明るさがね結構あるんで、もう少しちょっと暗くしてみるんですが、このぐらいまで暗くするとめっちゃ絵みたいな感じになります。これちょっと映像で微妙になんか伝わってなさそうな感じがしてもどかしいんですけど、この反射がかなり少ないことによってこの油絵のね浮き出る感じとかは結構立体的に表現されてる気がしますね。これ他のもいろいろ見たいんですが、すごい、これも結構立体的です。ちょっと近づいてみれるかな。ちょっと近づいてみるんですけど、こんな感じですね。近づいてみると割とよいしょ、
こういう感じになっていて、結構このこの油絵の立体感みたいなのは割と感じやすいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。はい、さっきの月の絵なんですけど、月の絵も割と近づいてみても 4K っていう画質だからか結構ね立体的に見える気がします。やっぱこう、はい、これとかはモネの作品ですね。モネの作品とかもやっぱ油絵感がすごいちゃんと伝わる気はする。これ映像で映ってんのかな、どんな感じなんだろう。なんかこういう角度から見るとすごくリアルな絵っていう感じがしますね。どうでしょうか。こういうのとかもすごくいいかもしれないですね。なんか例えばこの辺とかにちょっと高さ足んないんですけど、こんな感じで絵を置いたりして、でこの上のね空いてる部分とかにもこういう自分のねこうなんか撮った写真とかをこうやって置いたりすれば、結構テレビではあるんだけど割と部屋に馴染むんじゃないかなっていう印象はあります。どうでしょうか、この感じ。これ面白い。こういうやつ以外にも結構ねこういうスタイルのちょっと違うタイプのねなんか動くようなアートみたいなのも表示できるみたいですね。これ設定なんかこれ白いね額縁みたいなの出したりもできるっぽいんですよね。どこでやんだこれ。こんな感じで選べるんだ。すごいいろんな種類があります。結構淡い感じのものだったりとか、あとこういうこういうのすごい気持ちいいですね。色としてはやっぱ冬ってちょっと暗い感じになるんで、こういうのを映し出しておきたい感はある。なるほど。これ BGM もいくつか選べるし、これだ、フレームスタイルです。なるほど、これだ。これでこんな風にねちょっとリアルな絵みたいによりねこのフレームみたいなのつけることができるんですね。こんな感じでいろんな絵から選ぶことができます。正直なところサムスンのこういうね専用のこういうのを映し出すテレビの方がマットな質感と反射率の低さみたいなのを感じた気がするんですけど、それが思い出補正なのか実際にそうなのかちょっとわからないですね。はい、いいですね。こんな風に絵画を表示するの結構、マットな質感で割とリアルに表示できてるんじゃないかなと思います。一応基本機能みたいなのも紹介しておこうかなと思うんですが、さらっとですね、基本 Android TV なので Android TV がホーム画面っていう感じです。アカウントを入力すればこういう感じのね映像系の配信サービスはある程度こう使えることができて、こんな感じでホームページにねなんかおすすめとか出たりはしてるんですけど、例えばこんな感じで Netflix のボタンを押すと Netflix がこんな感じでね普通にアートテレビとしてだけじゃなくてこういう風にいつも見ているようなものとかを見ることができるという感じですね。こんな感じでトバログもね大画面で見ることができます。一応トバログの場合 4K でテレビでね見てもいいようにちょっとねちゃんと加工というか編集してるんで綺麗に見えますね。こんな風に一応なんか設定みたいなのも見ていくと、スマート HDR とかあとスポーツ、映画、ゲームどのぐらいの遅延があるのか気になるんですけど、ゲームみたいなのがあったり、これだけかな。テレビとしては本当にシンプルな印象ですかね。で明るさとか一応色温度変えたりとか明るさの設定とかそういうのがねあります。こんな感じで音声もスポーツ、ダイナミック、ゲーム、標準、映画、会話みたいなのが一応イコライザー的なのがね備わってますね。とりあえず標準でいいかな。基本的にテレビなんでこんなもんですかね。あと個人的に気になるのは有機 EL とどのぐらいのコントラスト差があるかなっていうところなんで、そこちょっと見てきます。ちょっとね部屋が狭いんでこんな風にね重ねて並べてみてるんですけど、まずやっぱ全然違うのがこの反射ですね。こっちはもう完全に部屋の中がちょっと丸見えになっちゃうぐらいのグレアなタイプで、こっちはアンチグレアなタイプの中でもかなりねグレア率が高いというかかなり低反射な感じなので、全然もう反射率違うと思います。今撮影用の照明をね向けてるんですけど、全然ちょっと反射の感じが違いますね。こんな風にすごいこういう感じとこういう感じです。この UKL の方もねかなり反射を抑えてくれてるタイプなんですけど、やっぱグレアなタイプなのでちょっとね反射が気になります。やっ
ぱりこれで見ると奥行き感とか映像の質とかは圧倒的に有機 EL の方が美しい感じしますね。なんかシネマティックな感覚といいますか、そういう感じがあります。見比べないと多分そこまで違い分かんないと思うんですけど、こっちのね TCL の NEXT フレームに関しても普通に発色は綺麗ですね。なんかアンチグレアで爽やかな色味っていう感じがします。でこっちの有機 EL の方はかなり奥行き感を感じるような質感っていうところですかね。で黒のねメニューとかを見ると割とやっぱこっちのね黒が全然違うと。ちょっと YouTube も見てみようかな。トバログの映像で見てもやっぱ白の方向性全然違う感じしますね。映像で見るとこっち側が結構暖色寄りのイメージで、こっち側が割とニュートラルというかカラーとしてはすごく綺麗な白っていう感じです。でこっちの方がやっぱ HDR 感というか奥行き感感じる。設定かな、これ設定の問題とかももしかしたら。で映像を変えると、割とね色の方向性は変わるんですけど、この映画みたいなモードにするとめちゃくちゃこの有機 EL のこっちのテレビの標準の画面とかなり近い印象ですかね。はい、ちょっといろいろ使ってるんですけど、もう少し試してみないとメリットデメリットみたいなところ見えてきづらいところなので、もうちょっとね使っていこうと思います。はい、というわけでこの NEXT フレーム実際に使い始めてから1ヶ月くらい経ったかなっていう感じなので、ちょっとね実際に使った感想とかその辺話していこうかなと思います。まずやっぱ一つ目としてはいいですね。このなんか佇まいというか、結構55インチってテレビの中ではそこそこ大きい方だと思うんですが、割とねこの狭めのリビングでもぴったり壁に固定できることによって、このぐらいのね圧迫感の少なさでこの大画面のテレビが置けるっていうのが一番いいところですね、正直。しかもこのフレームも黒じゃなくて白であることによって、こんな感じでね壁に映し出した時にもこういうファブリックボードだったり、この辺に適当に今全然片付けてなくて、絵を置いてるだけなんですけど、絵置いたりとかそこにね馴染んでくれる感じがすごくあります。で一応ね賃貸で石膏ボードなので現状復帰しなくちゃいけないから、強めのビスとか釘みたいなのは打てないんですよね。なんですけど壁掛けできるフックみたいなので耐荷重がそれなりにあるので、1ヶ月経っても全然ビクともせず落ちることもないから、今のところはねこれでこの後も使っていこうかなっていう感じですね。やっぱりなんか足とかを使って前にせり出すとこのぐらいねやっぱ出てきちゃったりもするので、壁掛け風に見せるそういうなんか器具とか使うよりはやっぱり壁に直接固定してしまった方がすごくすっきり見えるかなと思います。でかつちょっと見てほしいんですけど、電源ケーブル実は黒いんですよね。黒くて短いので、なんかちゃんとね固定しようとすると、ここが賃貸としてはねネックなんですけど、一応横側に這わせて、その隣に今ぴったりこんな感じで絵を置いているんですが、それでね、若干カモフラージュしているっていう感じですかね。この辺もなんかしっかりとねあっちの方に這わせるなんかテープみたいなのを買って、ちゃんとねこういう壁を装飾したらいい感じになる気はするんですが、現状はやっぱケーブル問題はちょっと次についてくるところかなって感じです。ただ画質比較とかでも紹介したんですが、やっぱ画質的には圧倒的にこれまで使っていた有機 EL のテレビの方がすごく綺麗でしたね。この辺は本当一長一短というか、このアンチグレアでなんか絵みたいにね飾れるっていうところを取って、テレビの機能性はそこそこにするのか、それとも有機 EL みたいにもう映像に没入するために動画とかそういうコンテンツをすごいくっきり見るために使うのかで、結構用途はね選ぶ用途変わってくると思うんですが、僕のねリビングのこの使い方で言うと、このテレビはすごいフィットしているのかなって感じです。逆に65インチの有機 EL のテレビは今ベッドルームに置いていて、すごいねちょっと寝っ転がりながらめちゃくちゃ大画面で、もうサウンドバーもそっちに移しちゃったんですよ。なので寝室のスペースを逆にね映画館みたいなテラスハウスのプレイルームみたいな感じにして、ちょっとねゆったり過ごすっていう新たな使い方ができたので、そこはねすごいいいなと思います。で肝心のこのアートを映すっていうところなんですけど、
まあ使わないですね。一般家庭だと正直ね消してることが多いかなと思います。今こうやって動画撮ってるんでこのねアートを映してうわかっこいいなって感じなんですけど、これ多分家に友達が来た時とか、まあ誰かが来た時に「いやこのテレビすごいんですよ」とかで、そういう風にねデモをするよぐらいな感じが正直あります。やっぱつけっぱなしだとねテレビついてる感じというかなんだろう圧みたいなのは感じるんで、そこはね普段はこんな感じで消して使っていますね。消してみるとね、まあ、割と本当に普通のテレビの感じなので、そこはまあしょうがないかなってところなんですけど、まあ壁にねぴったりくっついて、それでこの部屋にねこんな感じで馴染んでくれているので、まあ、全然いいかなってところですね。まあ、こういう絵にして飾ったりとかはやっぱね家っていうよりかはお店をやってるとか、そういうちょっとした人目につく場所とかですごく使いやすい機能なんじゃないかなと思います。あんまりアートを表示させて一般家庭で使うことはないと思うので、まあおまけ機能的な感じですかね。実際オーストラリア行った時に友達もサムスンのねフレームテレビ買ってたんですけど、基本はオフにしてましたね。やっぱり日常的に使うものではないんだなっていうところはちょっと思ったところです。はい、っていうところが実際に購入して1ヶ月ぐらい使ってみた感想ですかね。本当に一長一短いろいろねテレビにも種類あると思うんですが、リビングで一般家庭で使う用途であればこの感じはすごくいいんじゃないかなと思います。価格的にも確かクラウドファンディングの価格で10万円台前半とかだったので、最近で言うと UKL の大きいテレビとね結構競ってくるところであると思うんですけども、そういうね用途を考えながら、買うのがいいテレビだと思いますね。これからも愛用していきたいと思います。はい、というわけで今回の動画終わりにしようと思います。ぜひね気に入ってくれた方、あとコメントとかもねよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もぜひお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。とばログでした。